don't know what's worth fighting for, or why I have to scream, but now I have some clarity to show you what I mean. I don't know how I got this way, I'll never be alright, so I'm breaking my habits. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated and won and got the rap of a villain. 動画を見に来てくれてどうもありがとうございます。僕がこの動画を作った一番の理由は、僕のこれまでのブレイキン人生を何か形に残しておきたかったからです。今いろいろな転換期を迎えているこのタイミングで、この動画の制作に至りました。めくりめくってこの動画が昔の僕みたいな環境で頑張ってる若手やキッズにとって少しでも参考になれたら嬉しいです。これから半生を振り返っていきますが、その前に軽く自己紹介させてください。ブレイクダンサー名はハヤトワン。本名は諸正隼人です。2024年の今年でダンス歴は18年。ブレイキンのインストラクターをしたり、インスタグラムをメインに発信活動をしたりしつつ、大会やショーなど大阪を拠点に国内外で活動しています。この動画は昔の僕に向けてビデオレターを作る感覚で撮っています。動画の最後には伝えたいメッセージも残してるんで、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。いきなり生まれから語るのかよって感じなんですけど、よく僕は大阪出身って勘違いされるんで、実は結構環境としてはすごいところからブレイキンを始めたんだよっていうのを前提としてお伝えしたくて、まずはここから語らせてもらいます。僕は鹿児島の日吉町っていう地域で育ちました。特に僕の住んでいた地域はコンビニとかもないような、山と田んぼだらけの自然豊かな環境で、当時僕の通ってた小学校は全校生徒15から20人ほど、僕は小1から小6まで同学年1人っていう珍しい環境で育ちました。当時の僕は小学4年生までは、病弱でビビりで泣き虫っていう感じの子供だったんですが、映画ターミネーター2のシュワちゃんに憧れたのがきっかけで、そこから腕立てとかを始めて体がどんどん強くなっていきました。ブレイキンを始めるまでにどんなことをしてたかっていうと、保育園生時代には園の取り組みで太鼓や歌を歌ったり、小学生時代は学校や地域の取り組みで棒踊りや持久走、相撲、一輪車に打ち込んで、これに加えて習い事としてはピアノを約6年間、柔道を約2年間やってました。家では漫画を読んだり、視力が落ちるまでゲームにのめり込んでたり、小学高学年になるとスケボー、サッカー、バスケ、ボクシング、護身術とか、漫画や映画の影響でいろんなものに興味を持っては飽きてやめるっていうのを繰り返してました。中学から野球部に入りつつ、音楽にのめり込んでギターを始めたり、ビジュアル系バンドにハマったりとかしていました。音楽、柔道、持久走は未だにブレイキンに生きていると振り返って思います。中学2年の時に地元の先輩が公民館でトラックスチェアをしているのを見てブレイキンを知りました。そこからどんどんブレイキンにのめり込んでいったんですけど、当時はブレイキンの習い方とか調べ方を知らなかったんで、隣町のレンタルビデオ屋に DVD とか本とか情報がないかを調べに行ってました。その中で出会ったのがダンススタイルブレイカーズ2っていうレクチャー DVD で、これがもうめちゃくちゃ応用編で、当時の僕はフリーズとかトップロックの名前の意味すらわからなかったんですけど、その DVD で唯一理解できたのが片手倒立のレクチャーでした。ギャンブラークルーのダークネスっていう b ボーイが片手倒立のレクチャーをしていて、とりあえず逆立ちを1分できるようになろうぜっていうのを言ってて、それを見てまずは逆立ちなんだと思って、そこから逆立ちの練習を始めました。当時の僕は逆立ち2秒とかもできないレベルだったんで、自然と毎日1秒増やすっていう目標を掲げて毎日練習していました。そしたら1ヶ月後には本当に30秒できるようになっていて、その調子でどんどん逆立ち系の技に挑戦していくようになりました。始めたての頃は練習相手とかも誰もいない状態で、家の近くのコンクリートとか運動場とか公民館とかで練習していました。部屋でも練習したい性格だったんで、もう当時のめちゃくちゃ汚くて狭い部屋で逆立ちとかエアチェアの練習をずっとしてました。たまに実家の保育園の、いい床とかを使わせてもらうこととかありましたが、思い立ったらすぐに練習できる状態が性に合ってたんで、ほとんど自分の部屋か家の近くの環境でずっと練習してました。今思うとすごい環境で練習してたなって思いますけど、このバックボーンのおかげでどこでも練習できるっていうマインドが育まれたのかなって思ってます。山奥に住んでた僕は、もっとブレイキングできる環境に行きたいと思っていました。そんな中で、受験シーズンに塾で出会った、初めての b ボーイ友達ができて、その子のおかげで市内に行くと、いろいろ情報があるっていうのを知って、そこから市内に行ける高校に進学しました。そこから、いろんなダンス仲間や師匠の丸さんと出会って、少しずつ、バトルとかショーに出る機会が増えていって、鹿児島のブレイキンシーンにどっぷり使っていくようになりました。当時は高校の帰りに鹿児島の b ボーイの聖地でテンパークっていう場所があるんです
ですけど、その公園に行って練習して、1時間かけて実家まで帰るっていう生活をもう毎日のように送ってました。高校生時代の一番印象的なエピソードは、24時間テレビダンス甲子園に出たことですね。高校生時代、同い年で、ずっと一緒に練習していた仲間と高校3年の最後の夏に武道館に行けたことはすごい青春だったなと思います。それがブレイキンで初めて分かりやすい結果を親に見せれたのもすごい嬉しかったです。本当に支えてくれた親と師匠のマルさん、当時のブレイキン仲間にはもう本当に感謝します。僕の当時のブレイキンスタイルは、縦毛っていう逆立ちでぴょんぴょん跳ねるようなスタイルで、毛根のジュジュさんとリョウマさんにもうめちゃくちゃ憧れて、もう当時はブレイキンをやってました。鹿児島に毛根が来た時にもうサインもらいに行ったりとかして、本当にもう自分にとってはアイドルみたいな存在でした。そんな感じで高校3年生の夏までは、縦系とかトリック系の b ボーイをたくさん見まくっていて、その後にダンス甲子園が終わったあたりからスタイルチェンジっていうのを考え始めました。きっかけは手首の怪我をしたり、先輩の影響で USA の b ボーイを見る機会が増えたりして、バトルでもっと勝てるようになりたいって思ったのも、理由の一つですね。それからはトップロックとかフットワーク、ブレイキンの歴史的な部分に、アンテナを立てる時期に入っていきました。その時期に影響を受けたのはロックスライド。自分の縦系のスキルは割と高い方だったんで、そのスキルの活かし方っていうのを参考にしました。で、もう一人影響を受けた人がいて、それはもうアブストラクト。もう今見てもめちゃくちゃやばいんですけど、当時の僕のリテラシーの低さなりにも、何かフレーバーとかフローに魅力を感じて、本当にずっと DVD 見て、もう寝落ちするまで彼の動きを見まくってました。あとは、フリースタイルセッション2003の DVD。これも自分のバイブル的なバトルで、この辺見てたのもあって、トライバルを好きになってったんかなって思ってます。そして、このフリーズを主体にした、もう散々ロックスライドって揶揄されまくってきたスタイルを、2017年くらいまでは続けることになります。ここまでの学びとして、ブレイキンに出会ってからはひたすら練習に励んでたんですけど、何がそうさしたかっていうと、シンプルにやってて楽しかったっていうのと、憧れとか、こうなりたいっていう、理想像があったからっていうのがでかかったと思います。もちろん仲間とか師匠との出会いとか、親のサポートがあったおかげっていうのもあるんですけど、でもまずは自分がこうなりたいっていう理想像に進むために、自分から行動していってたっていうのがありますね。まずは行動してたっていう。鹿児島の小さいバトルから、県外の大きなバトルまで、少しずつ、挑戦の幅を、広げていったっていう感じだったんで、徐々にスケールアップしていったっていう感じがします。だからいきなり大きなことをしようとせずに、小さなことから、少しずつ、行動を起こして、これはもう練習もバトルも、もうどんな挑戦にも言えることだと思います。僕はそれが、周りの環境に恵まれたおかげで、自然とできてたのかなって思いますね。当時のみんなにはもう本当にもう感謝です。もうありがとうございます。高校卒業したら大阪に行くことを決めました。理由はもっとダンスの活躍ができる環境に行きたかったっていうことと、影響を受けた毛根が大阪っていうことと、当時お世話になっていた先輩つながりで、大阪に行きやすかったっていうこと、あとはシンプルに、昔から大阪の雰囲気が好きだったっていうのが理由です。で、当時は高3卒業のギリギリまでダンスにのめり込んでたっていうのもあって、大阪に行くこと以外も何も決めきれてなかったっていう状態でした。結構ギリギリまで悩んだ結果、柔道整復師の専門学校に行くことを決めました。当時の思考で浅はかなんですけど、手首の怪我もあって、手に職つけるなら、怪我とか治せる知識とか得れるし、柔道整復師とかいいんじゃないみたいな感じで選びました。大阪に来てからの1年間は、鹿児島の先輩つながりで、大阪を拠点に活動しているクルーのトップロックキングダムっていうところにお世話になりました。当時は学校に通いながらバトルに出たりして、少しずつ友達も増えたりして、1年くらいはいい感じでやってました。その一方で、このまま柔道整復師の道を進んだ時に、自分の叶えたいダンスの道との両立って難しいんじゃないって当時の、自分の頭ではそう感じて、1年でもう専門学校を辞めました。で、そこからダンス頑張るんかと思いきや、全く逆のもうポンコツ生活の始まりで、当時の彼女の家に入り浸ってはダンスの練習も週1で、家賃やら食費は親からも援助してもらって、バトルとかの費用だけは日雇いに行って稼ぐみたいな、そういう時期が数ヶ月続きました。結局彼女にも愛想をつかされても別れて、もう僕に残ってるのはもうダンスしかないんやなってもう改めて気づかされました。当時練習を一緒にしてくれた b ボーイ仲間とか、いろいろモチベーションになる本とかを教えてくれた鹿児島出身の先輩にもう本当に救われて、心機一転、ダンスに明け暮れるようになりました。
そうこうしている中で、ダンスにつながるような仕事を探していたところ、2013年にスプラウトダンススタジオ、当時のソーランドモーションのスタジオスタッフのアルバイトとして働かせてもらえるようになりました。ブレイキンのレッスンもちょうどその年に持たせてもらえるようになって、でそれからは、プレイヤーとして挑戦しながらも、スタジオでレッスンしたり、スタジオの運営とか、イベントとか、いろんな経験をさせてもらう日々が約6年ほど続きました。本当にオーナーのマッスルさんの理解があったおかげです。本当にもうありがとうございます。ダンスをやるために学校を辞めたのに、学校を辞めて時間がたくさんできた途端に練習しなくなる。もうこれは時間がたくさんできて、いつでも練習できる状態っていうのが余裕を生みすぎてしまって、結局ダラダラする時間が長くなり、やがてそれが習慣になって、徐々に練習の頻度が減っていく。こういう悪循環が生まれてしまいやすいんだと思ってます。もちろん性格にもよるのかもしれないんですが、自分の意志の弱さっていうのも、もうこの時はもう全然認識できなかったですね。もし今、当時の自分に、アドバイスできるなら、時間ができたんやったらもっと活動費を稼ぐための仕事を入れたり、人との練習の時間を作ったりとか、もっと上手い人のたくさんいる環境の、練習場所とかコミュニティに、足を運んだり、そういうのはもう早いうちからするべきやっていうのを伝えたいですね。その一方で、一度痛い目を見たから気づくこともあるっていうのも思うんで、結果オーライかなとは思いつつも、実際は当時の先輩とか仲間のつながりっていう環境の運の良さが僕にはあって、そのおかげで底辺から復活できたかなって思ってます。僕はもうそういう意味でほんとラッキーですね。チーム活動の方も紆余曲折ありました。大阪来たての頃に入れてもらったトップロックキングダムは、当時の僕のわがままというか、やりたいことの方向性の違いで、約1年ちょっとくらいでもう抜けました。その後に b ボーイパークっていうイベントを優勝したメンツの中から、大阪と京都の同世代 b ボーイで集まったマークバイマークっていうチームができたんですけど、2年いかないくらいでメンバーとの温度感の差を感じて、僕から離れていきました。当時はもうほんと自分が相当自分勝手だったなって思います。やりたいことに忠実なのは今も変わってないとは思うんですけど、伝え方が悪かったなって思います。本当に当時のメンバーには本当にもう申し訳ないなって思ってます。すいません。そしてその後、だいたい2014年くらいの話なんですが、僕が大阪に来たての頃に仲良くなった同い年のマタとペータが所属する関大 b ボーイズっていうチームの練習場所が僕と同じ練習場所で、その流れでスクリームっていうバトルに出ようぜっていう風になって、関大 b ボーイズの中で出れる人を募って集まってくれたのが、孝太郎、カズ、大友、響くん。加えて、もともと練習場所が同じで、仲の良かった岸武くん。このメンツでバトルに出ることになりました。で結果、そのイベントで優勝して、それがきっかけでビッチドンとキルマイバイブ、ビシドンが生まれました。本当にあのバトルはもう今見てもすごい胸が熱くなるいいバトルだったなって思ってます。このメンバーからさらにペータとユータワールド、またズッキーが加わって、で今のビシドンになりました。今は昔みたいにバトルに出まくるみたいなものは少なくなったんですけど、もう今もよく練習したりとか、飲みに行ったりとか、もうほんまみんなもう大好きですね。僕としてはジジイになっても踊り合って一緒に飲んで、恥ずかしいな。ジジイになっても踊り合って、もう飲めるような中で居続けたいなって思ってます。そんな居場所ですね。ストラグルズ。このクルーはレペゼンの表記をしたらどうなるんやろってくらい、いろんな地域にメンバーがいるクルーです。関西、愛知、関東、カナダで他にもあるんかもしれないですけど、僕が仲良くなったきっかけっていうのは2014年のバズスタイルの練習で孝太郎が連れてきたボスのセイジさんで、セイジさんとカナダのオントンとかジェームスっていう b ボーイがいて、そのメンバーでもうめちゃくちゃ遊んで、でそれがきっかけでさらに TT 君とかニコラスをはじめいろんなメンバーと仲良くなって、でその時は僕はもう東京に月1くらいで行ってました。当時はもうほんと TT 君とか陸上君とか誠司さん、いろんな人にたくさんお世話になりました。その辺の時期で僕をチームに迎え入れてくれて、今もなおみんな仲いいファミリーっていう感じで、おのおの働きながらブレイキンに向き合っていて、それでいて集まった時はもうめちゃくちゃバトルもかますし、めちゃくちゃパーティーするし、そういう感じがもう本当もう最高っすね。ヒーローズは、2015年くらいに UK b ボーイチャンピオンシップスって
っていうバトルのクルーバトルがきっかけで、モンモイさんが集めてくれました。で、僕個人的な感覚なんですけど、ヒーローズで活動させてもらうっていうのはもう、初めらへんの自分にとっては、まだまだ十分な結果もついてないし、スキルも実力ももう何一つこう抜けてない状態やったんで、めちゃくちゃ結果出してるメンツと、チームバトルに一緒に出れるっていう、それは嬉しい反面、結構強烈な焦りとか悔しさに近い感情が当時はありました。結構焦ってたと思います。でも後でも話しますが、ヒーローズのおかげで海外に行くっていうきっかけができたんで、本当にもう成長させてもらえたなって思ってます。あとはダンスを始めた頃からずっと見てた龍馬さんとかカクさんと同じチームになれてるっていうのも、よくよく考えると、すごいありがたいことやなって思ってます。中学高校生時代の僕からしたらマジで考えられなかったことなんで、本当、大阪に活動場所を変える決意をしてよかったなって思ってます。はい。あとこの際なんでちょっと触れておくと、ヒーローズができた頃のしばらくの間は、ユニットだの、寄せ集めだの、クルーじゃないだの、散々ヘイトを聞く機会があったんですね。僕個人的には何も背景知らへんのに好きかって言うてくれてんなってすごい残念な気持ちによくなってました。ダンサーとして同じ熱量でダンスに向き合って、日本でも海外でもバトルに出たり、で、一緒に目指すものもあって、潰れるまでも一緒に飲めて遊べてっていうのができるこの関係を外野からとやかく言われるみたいなのがやっぱり気持ちのいいことじゃなくて、特に僕にとってヒーローズでの活動は僕のブレイキン人生にすごい大きなもので、もうめちゃくちゃ感謝してる分、そういう声を聞くたび本当残念でしたね。でもおかげで僕もよそのことにもういちいち意見するのは気をつけようって思えるようになりました。今はね、ヒーローズのメンバーも各々年齢重ねて、昔と比べてスタンスが変わってきたりしつつも、今もタイミングでバトルに一緒に出たりするし、集まって練習したり飲んだり、遊んだりできるファミリーっていう感じで思ってます。ということで、ここまでの学びとしては、トップロックキングダムとマークバイマークっていうのは、僕の若気の至りで、あんまり気持ちよくない去り方をしてしまって、未だにちょっと疎遠になったまま話せてないメンバーとかもいたりします。その経験もあって、今はもうほんとなるべく伝え方には気をつけようっていう風に思えてます。もちろんタイミングによっては、言葉のね、節々まで気を使えきれてない、瞬間もあるかもしれへんし、周りに気を使いすぎたらもう何も行動とかね、発信ができなくなったりするっていうのも、そういう側面もあるんで、一概には言えないんですけど、伝え方や考えの共有みたいなものに関しては、なるべく他者目線を持っていくべきだなって今は思うようになりました。時間を重ねていくと、ブレイキンの活動のスタンスに変化があったりとかして、そうなってくるとどうしてもね、一緒に入れる時間が減ってきたりとか、そういうメンバーが出てきたりして、自分もその立場になったり今はしています。でもチームとか人間関係的に離れてしまったとしても、ブレイキンを続けてたり、現場にいてさえすれば、どこかでまた会えるし、喧嘩したままやったとしても、仲良くなれる機会がゆくゆくあるかもしれない。そういうチームや人間関係におけるコミュニケーションを経験としてブレイキンのおかげで学べたなって思ってます。さっきのヒーローズの話からつながるんですが、僕にとっての初海外っていうのは、ヒーローズで、フランスに招待されていったバトルでした。2016年の当時23歳の頃でした。もともとダンス始めた頃から、毛根の影響で、やるからには世界一っていうスローガンに憧れがあって、世界に行けるような b ボーイになるっていう、漠然とした目標みたいなものがありました。でも、その初めて海外に行けるまでの間の僕っていうのは、お金の問題やらを言い訳にして、まだ遠い目標みたいな感じで、海外に行くっていうのをもうずっと後回しにしてきた感じがありました。そんな中で、もらった2016年のフランスへの切符、ちなみに招待してもらった理由っていうのは、ファンドネーションのアニバーサリーでヒーローズで出た時のバトルがオーガナイザーの目に留まったとか、そんな理由でした。で、そしてこの海外のバトルが、自分にとって初めてだったんですけど、そのバトルでは優勝できて、観光とか人との出会いとか飛行機の乗り換えのトラブルにあったりだとか、フランスに1週間ぐらいの滞在だったんですけど、この間も本当いろんなこと経験できて、もうめちゃくちゃいい旅になったんですね。あんないい旅になれたのは本当にもう当時のメンバーのカクさんとケントで翔也、このメンバーのおかげだったなって思ってます。もうマジで運が良かったです。ちなみに、この時の自分の英語レベルっていうのはもう壊滅的で、もう何もわからんかったし、もう大事なところとかも全部カクさんとかもうケントに任せて、もうノリだけでなんとかやってました。それでそのフランスの旅がきっかけで、もっと海外に行きたいって思えるようになりました。それから2017年は、どんどん海外に挑戦
戦するようになりました。もっと行ってる人からしたらもうなんてことないんでしょうけど、全然行ってなかった側の人間からしたら、もう2017年の間に9カ国、行く機会に恵まれました。この2017年は、ケントと2人で自分たちで旅費とか出して挑戦しに行ったシンガポールのラディカルフォースジャム、関西のそうそうたるメンバーで乗り込みに行ったアメリカのフリースタイルセッションで、日本予選を勝ち上がって、行けることになった UKBBOY のソロと中国のバトルで、各さんのつながりのおかげでチャンスをもらえた韓国、アルジェリアと台湾、前の年の優勝のディフェンディングで行けたフランスのマネダイムで、シンガポールに行った時に仲良くなった WD が呼んでくれたドイツ、いろんな形で海外に挑戦できる機会をいただきました。それからは、2018年もいろんなところに行けたし、ありがたいことにその年からはジャッジとかワークショップでも呼んでもらえるようになって、この年もかなりいい経験をさせてもらいました。この辺から世界的な b ボーイって何ってブレイキンで海外に行けるっていうのがどういうことなのか、そういうことを深く考えるようになってって、同時に2018年の時点では僕も25歳だったんで、将来のこととかを考えるようになりましたね。でそのことについては後の章で触れます。はい。ここまでの学びとしては、海外に行けるっていうことは、日本予選を勝ち上がる、海外に自ら足を運んで大会で結果を出す。で、しっかり SNS でもその発信をする。で、その行く先々で、思いっきしその旅を楽しんで、そこで現地の人と交流する、コミュニケーションする。そうした積み重ねの先に、招待してもらえたりとか、新しいチャンスとか機会をいただけるようになるんかなと思ってます。あとは、海外によく行く人が言いそうな内容なんですけど、日本の外に出たことで、日本のいいところとか悪いところとか、改めて理解できるようになりました。文化の違いを目の当たりにしたりとか、行く先々で起こるトラブルとか、想定外のこととかを経験したりすることで、いろんなことに対して寛容になれたし、精神的にも成長できたんじゃないかなって思ってます。あとはブレイキンをはじめダンスっていうものは外国の人と接する機会が多い分野なんで、英語はマジでちゃんと勉強して、最低でも中学英語でコミュニケーション取れるくらいはなっておいた方がいいと思います。特にね、今の現代は日本にいても、外国の人と接する機会っていうのは多くなってきてるんで、もうダンス関係なしでも英語は勉強してた方がいいんじゃないかなって個人的には思います。ここは結構重要なトピックなんで、この動画を見てくれてる若手には特に最後まで聞いてほしいんですけど、僕がブレイキンを始めた頃から目標にしていた世界的な b ボーイになるっていう目標は、今思うと本当漠然とした目標で、目標設定としてはめちゃくちゃ不十分でした。2018年くらいの時点で、当時の僕の状況っていうのは、僕が昔から目標にしてた世界的な b ボーイっていう状況と何がちゃうんやっけみたいな風に思うようになりました。世界的な b ボーイって結局どんな状態のことなんていう、世界的な b ボーイの定義、実際この定義っていうのは人によると思ってます。例えば、毎月どこかしらのバトルにゲストとして呼ばれるような状態のことを指すのか、誰もが知ってるようなワールドフェイマスなバトルで、結果を出すっていうことなのか、今言ったようなので食っていけてる状態を指すのか、それが何十年も続いているような状態を指すのか、僕はそれにちゃんと向き合うようになったのが、2018年で、年齢も25歳でした。加えて一時期松葉杖レベルの怪我を経験したりとかもあって、b ボーイダンサーとして将来のこと、お金の問題にちゃんと向き合おうってなりました。その当時の僕はダンススタジオのスタッフのアルバイトとレッスンを週5クラスっていうのが主な収入源だったんで、踊れなくなった時のもう絶望感といったら、もうそれはもうたまらんくて、もう自分にはもう踊ることしか脳がない状態だったんで、ダンスプラスアルファのスキル、手に職をつけようっていうもうアンテナを張るようになりました。そんな中で出会ったのがプログラミングでした。プログラミングに興味を持ったきっかけは、2018年の終わり頃にたまたま見てた YouTube でした。そこでこれからのテクノロジーの時代に学んでおいて損はないスキルだっていうのを思ったっていうのと、自分の経験的にも香港にジャッジで招待してもらった時に予選の採点とかを iPad のアプリでやってて、それでめっちゃ便利やなと思って、そこで感心したっていうエピソードもあって、ブレイキンとプログラミングの掛け合わせっていろいろと可能性とかあるんじゃないって、その当時なりにね思って、そういうのもあってプログラミングを本格的に始めました。で、2018年の時期とかからちょうど YouTube でプログラミングが熱いみたいな時代になってって、そういうのもあってプログラミングの情報収集とかをしてたら、自然とねエンジニア出身の社長とかフリーランスのビジネス系の YouTuber の発信も目に入ってくるみたいな状態になってました。そういうのもあって、なんかもう自分ってマジで何も知らんかったやなって思ったし、もうちゃんとやらんと将来がもう怖いぞってなって、
どんどんプログラミングの勉強と自己啓発とか、そういう仕事術とか、そういうののインプットをする機会が増えていきました。で、ちょっと息抜きに動画編集とかを勉強しだしたのも、この辺の時期でした。この2019年に入ってからも、バトルに出たりとか、海外にもロシア、台湾、中国にバトルやジャッジで行く機会にも恵まれて、ダンスの活動もいい感じになってたんですけど、その間もずっとプログラミングの勉強っていうのを同時進行でやってました。この時の僕のモチベーションは、まずはちゃんとエンジニアとして働けるようになって、それから経験積んでフリーランスになって、で収入上げて、エンジニアとしてできることでブレイキンシーンに還元していけたら、理想やなっていう風に感じてました。ちなみにエンジニアっていう職業は専門職なんで簡単になれるようなものではないっていうのは重々理解してたんで、ある程度のね下積み期間みたいなものは覚悟してました。なのでまずエンジニアになるっていう目標に向けて集中しようということで、当時やってたレッスンとかダンススタジオのスタッフのアルバイトも、2019年の中旬ぐらいにはもう全部やめて、でプログラミングに関係するアルバイトからまず始めてみることにしました。でそうして日中はバイトで、帰宅後はプログラミングの勉強で、2時間だけ練習に行くみたいな日々をしばらくは続けていました。そうした状況の中でやってきたのが2020年のパンデミック。幸いバイトの仕事はリモートでもできたんで、収入に困るようなことはなかったんですけど、そのパンデミックがきっかけでいろいろとね危機感みたいなものを感じて、余計に引きこもってプログラミングの勉強に励むようになります。でバトルもうパンデミック中はね、そんな開かれなかったっていうのもありますが、2020年の3月を最後にバトルに出るのも一旦やめました。そのくらい引きこもって勉強してましたね。でもやっぱり自重トレーニングとか好きやったんで、逆立ちのね逆手を鍛えたりとか、フィジカル的なスキルを鍛えていくっていう時期になってました。そしてやっとの思いで、エンジニアとして、念願の内定をもらって、正社員として働けるようになりました。フロントエンドエンジニアっていう言い方するんですけど、僕はホームページとか作る仕事として正社員としてウェブ制作会社に入社しました。そこでの職場の方々にも本当恵まれて、人間関係も良好で結構充実したね時間をしばらくは過ごせてたんですけど、少しずつその当時の環境に違和感を感じるようになっていきました。結論、僕は1年足らずでその会社を辞めました。辞めた理由はエンジニアじゃない人にとってはもうややこしい話なんで、端的に説明させてもらいます。で理由は主にもう3つです。1つ目は業務内容のミスマッチがあったこと。2つ目は朝から終電まで働くっていう時期が1ヶ月以上続いたり、その波が終わってもまたすぐに次の案件の担当数が増えて、同じような波がまたすぐにやってくるみたいなループになっていたこと。これ自分のほんまにやりたいことなんやっけっていう風な疑問をその辺で感じるようになってきて、なので先が見えない状態で長時間労働しまくるっていうのが体的に疲弊してたんかなって思います。3つ目はやっぱりダンスでできることをやろうっていう風に思い直したことです。いろいろと学んでみて改めて考えてみた時に、ダンスでできることを自分はまだまだやれてなかったんやなっていう風には思うようになってきて、そこでもともと軽くかじってた、動画編集の勉強をまた改めて復活して、そこでダンスをメインに映像も絡めて独立するっていう風にほぼ勢いで決めて、それで2021年の7月で退職しました。ここまでの学びとして、僕は手に職をつけたいっていう理由でプログラミングを学んでエンジニアになるまでに約2年かかりました。そして実際にね業務を経験してみた結果、約1年足らずで辞めたわけなんですが、この経験から学んだこととしては、何事も経験してみないと分かんないってこと。もうどんな景色が見えるかなんてやってみないとほんまに分からへん。この期間と経験があったおかげで、僕は以前よりも自分がねアップデートされた状態で今はダンスに向き合えるようになってます。それに加えて、もしまた何か会社員をする機会とかが訪れたとしても、今回辞めた理由にね該当するような点を避けさえすれば、比較的ね同じようなことになるリスクっていうのは減らせるはずです。そういう意味では前に進んでると思うんで、形になるまでコツコツ継続する、もうとっとと行動して、もうあかんかったとしてもデータが取れたと思って次に進む、そういうマインドでこれからも生きていけたらと思ってます。エンジニア時代の忙殺されてた時期の運動量っていうのは、終電で帰ってきてから5分くらいの田畑っていう筋トレをやるだけのレベルでした。それでも週末は誘ってもらったら練習に行けてたんで、当時練習に誘ってくれてた先輩とか仲間には本当感謝します。そうして退職するのを決めたあたりからは、しっかり練習やるようになって、バトルには1年3ヶ月のブランクを経て、復活しました。一緒に出てくれた先輩とか仲間のおかげで、結果もそのバトルではついてきて、本当運が良かったっす。で、それからは水を得た魚みたいな感じで、いろいろとバトルに挑戦してっていう時期が続くようになりました。結果もねそれなりについてきたっていうのを見ると、引きこもっていた時の、鍛えてた逆手とかのフィジカルトレーニングは無駄じゃなかったなっていうふうに思ってます。
エンジニアを辞めた理由の3つ目にあったダンスでできることを自分はまだまだやれてなかったっていうことの一つに、スタジオに所属せずに自分でレッスンをするっていうのがありました。かつ全国全世界のどこにいたとしても僕から習いたいっていう人のリクエストに応えられる入り口を用意するために、オンラインレッスンっていう形にしました。そしてありがたいことに生徒さんも集まってきてくれて、続けていくうちに日本だけじゃなくて海外からも受けてくれる人が出てきたりして、本当もありがたいと思います。で、大阪でも1クラスだけオフラインのグループレッスンを設けていて、オンラインコミュニティを開いてみたりとかもしてきました。オンラインコミュニティは今はインスタグラムのブロードキャストチャンネルとかサブスクリプションに形を変えてるんですけど、これからも色々とやりたいことってのあるんで、ぜひ今後の発信もチェックしてもらえたらと思います。僕がダンスをメインに独立したことをきっかけに SNS の発信にも積極的に向き合おうっていう風に思うようになりました。例えば、昔のスタジオに所属していた頃の自分のレッスンの告知ってのは自分もちろんやってましたけど、基本的にはダンススタジオが代わりに宣伝してくれてました。なので独立してからっていうのは、自分が発信しなければもう何も始まらない。僕がインスタをちゃんと発信しだしたのは2021年の9月頃なんですけど、この頃はまだインスタのリールが今みたいに主流になってない感じがまだあって、僕も発信を始めるまでは、正直宣伝めいた感じの投稿したりとか、ショート動画とかにも昔の TikTok みたいなイメージがあって、ちょっと投稿するのを初めはちょっと躊躇してました。特に b ボーイ界隈とかは、こいつ金儲け走ったなとか、なんやこの曲ダッサーとか、チュートリアルとかもフォロワー稼ぎやんみたいな、そういう風に思われそうやなって最初らへんは思ってました。でもそういった声とか意見を気にしすぎてもう何もアクションを起こさなかったら、結局痛い目見るのは自分なんで、そういうアンチ的な意見を持つ人らがもう自分の生活を守ってくれるわけじゃないんで、そこはもうちゃんと発信に向き合おうって思いました。で、発信するっていうことで毎回ショート動画を作ったりするんですけど、これにもこれまで学んできたカメラの使い方とか、ライティングやら映像編集の勉強してきたことが役に立ちました。で、発信を始めるまでは僕のインスタのフォロワーはだいたい4000人ぐらいだったんですけど、それが約1年で10万人までフォローしていただけるようになりました。で、その過程ではチュートリアルでもう毎回ムーブをコンテンツに落とし込むっていう能力が鍛えられたりとか、外のね、公園とか、スポットの空間を使ったブレイキンの映像作品を、当時は、ブレクールとか、今はブレイキングエブリウェアっていうハッシュタグつけてやってるんですけど、そういうのを投稿したりとかしてコンテンツを作りまくりました。こういうコンテンツ作りを通じて、ムーブの引き出しは増えたし、僕のクリエーションに共感してくれたパルクールの人とかムーブメントの人とか、そういう人たちと繋がったりとかできたし、めちゃくちゃ偉大なね、海外の OC の b ボーイたちからコメントをいただけたりとか、一緒にセッションさせてもらえたりだとか、発信し続けてきた恩恵みたいなものをもう徐々に受け入れるようになってきました。そしてこのコンテンツ作りの恩恵としてブレクールがルーティン作りにも役立ちました。2022年の終わり頃くらいからモータルコンバットと一緒に活動させてもらう機会が増えました。少し脱線するんですが、いきなりね、僕が助っ人として入ったっていう風に思っている人も一定数いるみたいなんで、この場を借りて説明しておくと、一緒にね、モーコンと活動させてもらうっていう過程みたいなものは今までもあって、そもそもヒーローズでカクさんとか龍馬さん、翔也とずっと一緒にやってきたっていうのもあるし、マッハさんとかも昔は一緒に 2on2 バトルに出たりとか、モーコンのキャンプに2年連続で呼んでいただけたりだとか、そもそもモーコンスタジオと僕の家がもう近くて、でよくスタジオに練習させてもらいに行ったりとか、もう昔からよくあったんで、付き合いはもう長い方やと思います。個人的にも僕がブレイキン始めたての頃から憧れてたクルーなんで、いや本当一緒に活動させてもらえてるっていうのはもう感謝でしかなくて、もう初心に帰れば帰るほどありがたい環境だなっていう風に思います。だってずっと DVD で見てた人たちですからね。ずっと DVD を高校生の頃垂れ流してみて、すげえ憧れてた人たちと今一緒にやれてるっていう環境はもう本当にもう感謝ですね。で、話を戻して、インスタで始めたブレクールとかを人でやったらどうなるんやっていう風な発想で、ルーティンを応用してみたりとかして、モーコンでのルーティン作りにも多少なりとも貢献できたのかなっていう風に思ってます。なのでこういうのも含めてこれまでやってきた発信活動とかコンテンツ作りはもうやってきてよかったなって思います。で、そして今はモータルコンバットにもう正式にメンバーとして加入しました。実はこのドキュメンタリーを作ってる途中で加入することになりました。なのでね、もう余計に思うんですけど、僕がね、ダンス始めたての頃に憧れてたクルー、そのクルーに自分が入るっていうのは本当感慨深いなと思います。そして2年連続でバトルオブザイヤーのワールドファイナルに出場できたり、めちゃくちゃ貴重な機会をいただきました。
なので、ブレイキンをずっと頑張り続けてきたら、すごい景色見れるよっていうのを昔の僕に伝えてあげたいです。で、ここまでの学びとして、ダンスプラスアルファのスキルを学び出して、エンジニア時代を経て、で、またブレイキンシーンに戻ってきたわけなんですが、それでも、やっぱりダンス以外のことを学んできてよかったなって思いますし、で、これからも、さらにギアを上げて学び続けるつもりです。で、ダンス以外で学んできたことっていうのは、わかりやすいスキルで言うと、プログラミング、映像編集、カメラ、いろいろもろもろあるんですけど、学び続ける姿勢みたいな習慣がついたことは、ほんと良かったなと思いますし、本とかも今めちゃくちゃ読むようになりました。スキルには今挙げたようなプログラミングやら映像編集やら以外にもコミュニケーション力だったりだとか文章力だったり人間にしかできないスキルっていうのもあるんで、そういうスキルも意識的にねダンスと組み合わせていけたら理想だなって思ってます。ちょっとこういう言い方をするともう夢がないように聞こえるかもしれないんですけど、ダンスだけ頑張ってたらどうにかなるっていうのは僕個人的には多くの人にとっては当てはまらないことやと思ってます。で、特にダンスっていう分野はもう日本では特にまだまだ発展途上の段階だと思いますし、ブレイキンなんてねもうそれだけでご飯を食べていくっていうのはまだまだ厳しいと思うし、狭き門っていうイメージがあります。自分一人ぐらいやったらどうにかなるかもしれないですが、家庭をね養うレベルっていうのはやっぱりごく一部の限られた人っていうレベルでハードゲームなんじゃないかって思ってます。だからダンスだけが取り柄、ダンスだけ頑張ってたらどうにかなるはずっていう風に自分を高く見積もりすぎずに、ダンス以外の分野にもアンテナを立てて積極的にスキルやら知識やら学びに行った方がいいと思うし、結果的にそれがねダンスにつながったりだとかめちゃくちゃ役に立つ瞬間がいつか来ると思います。ダンスはもう上手くて当たり前で、ダンスプラスアルファで何ができるかっていうのが多くの人にとっては重要なんじゃないかと思ってます。ダンスで食っていくぞっていうスタンスじゃなかったとしても、ブレイキンはスタイルによってはね体を酷使するんで、学生時代までは頑張ってたけど社会人になった途端に仕事との両立が難しくなって練習しなくなってできてたことができなくなってきて、バトルに出るとかもうそういう機会も減ってきて、でもだんだんブレイキンが面白くなくなってきて離れてしまうみたいなことって結構あるんじゃないかと思ってます。それを決めるのは各々の人生なんで自由なんですけど、個人的にはね、結構もったいないんじゃないかなって思います。ブレイキンから得れることっていうのは、あえて言語化するなら練習に打ち込むことが結果的に楽しく運動してストレス発散して、でその上で体も作れるっていう、健康的要素がまずありますよね。でブレイキンを通じて、日本とか海外関係なくつながれるっていうコミュニティ的要素で、できなかったことができるようになる、自己成長的要素で、新しいことを生み出そうとするクリエイティブ的な要素、いろいろねあると思います。そもそもブレイキン自体がかっこいいって思えてるから、やってこれてると思います。これだけね素晴らしい要素を秘めてるブレイキンなんで、もっともっと広まってほしいとも思います。でもちろんカルチャー的側面も含め、正しい形でね広めるっていう姿勢の人がいるのも大事です。僕としてはね、ブレイキンをやってる人はどうブレイキンを各々の人生の一部にできるかが大事だと思ってるんで、もっと社会にとってブレイキンが身近になるように僕にできることをこれからも形にして発信していこうと思ってます。はい、いよいよもう最後になりますが、このねドキュメンタリーは僕にとってある意味ブレイキン人生の一つの節目になります。もちろんねこれからもバトルにも出るし、踊りや体もどんどん進化させていくつもりです。でもそれはもう今までもずっとやってきたことで、これからはまだまだ自分が見たことのない景色を見たいし、ブレイキンで得てきたことっていうのをどう社会に発信するかみたいな活動にも力を入れていきたいと思ってます。今の若手の B ボーイや B ガール、キッズたちにとって、もっとブレイキンがこれからもやりやすい環境をね作れることに少しでも貢献できるように自分自身も進化していきます。ここまで見てくれてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。